こんにちは。ぽっちゃり健康オタクのこいりです。今回は私の備蓄食料や日用品をご紹介します。自分の備蓄品と比較したり、この人こんなん備蓄してんねんなとか楽しんでもらえたら嬉しいです。このケースは今年中に食べないといけないものや食べたいものが入っている今年中ケースです。共通点は食料というだけで、スイーツとかカレーとか好きでいつも食べているものや食べてみて美味しかったもの、日持ちがするものをポンポンこの中に入れてます。主食類のお米やパスタとか粉物、水や調味料など、これさえあればなんとかなるやろっていう代表的なものはすでに備蓄してあるんで、今はこんな風に細かいものを楽しみながら備蓄してます。私は毎月決まった日にこの今年中ケースの中をチェックしながら今月食べていいものを決めてます。この作業結構楽しいです。アイハーブやカルディとかコストコは美味しくて日持ちがするものが見つかります。やっぱり美味しいものってストレスを軽くしてくれますよね。あと、ここにはないんですけど、キャンベルのミネストローネのスープの缶も野菜がたっぷり入って美味しくて1年くらい持つんで超おすすめです。日持ちする野菜系ってあんまりないんですよね。乾物なんかはキッチンでもローリングストックしてます。これは備蓄した方がいいよというおすすめがあれば、ぜひコメントください。食品以外にもトイレットペーパーやティッシュなどの紙類は1年分は余裕でストックしてます。日用品は結構場所を取るんで、トイレットペーパーは3倍巻きの長持ちするもの、ティッシュはボックスじゃなくてソフトタイプを備蓄中です。カセットガスも大量に備蓄してます。電気が使えなくてもカセットコンロがあれば安心です。ただ私の持ってる岩谷のカセットガスには7年以内に使い切るように記載がありました。この2種類は切らさないように必ずストックしてます。おすすめです。インフレや食料不足では輸入品も気になります。特に日本はアメリカと中国からの輸入がとっても多いんで、アメリカ在住の方の備蓄に関する YouTube なんかもチェックして参考にしてます。この愛子ちゃんのサバ缶がおすすめです。特にこのゴールドのサバ缶は自分でそばの味噌煮を作るより正直美味しいです。備蓄の定番トマト缶はカルディのものが美味しくてコスパも良くて、ホールタイプとカットタイプ両方備蓄してます。カレーもカルディが種類豊富に揃ってるんでよく買います。お米は圧縮袋と使い捨てカイロを使って無酸素状態にする定番の方法で保管してますが、失敗することもあります。皆さんはお米どうやって保管してますか？あと、梅干しは毎年家族が手作りしてるし、有名な友人の梅干しも好きです。すごく酸っぱいですけどね、昔ながらの自然な味がします。このスモークした牡蠣のオイル漬けは日持ちもするし美味しくておすすめです。あと、岩になった柿で柿酢にも挑戦中です。成功すれば、もしお酢が手に入らなくなっても自分で作れます。オイルも酸化しやすいんで長期保存が難しいから、オリーブの木を植えて自分でオイルを絞るなんてのもいいなと思ってます。カレーはレトルトだけじゃなくて長期保存できるスパイスも一通りは揃えてます。やっぱり自分で作って食べれる農家さんはこういう時代強いですよね。せめて自分なりのキッチンガーデンを作りたいなと思ってます。あと最近、テオガーデンさんという海外の YouTuber さんの動画を見るのにハマってます。こんな方法でも野菜や果物がなるんだとびっくりします。このケララチキンのスパイスカレーも切らしません。ただ、スパイスが効いた変わった味なんでおすすめはしないです。今はインフレや食料危機を想定してるんですけど、もちろん災害も想定してこのペースで備蓄するつもりです。いざとなったらお米やパスタ、オートミールにお味噌汁なんかがあればなんとかなるかなと考えてます。だからご飯のお供になるもの、パスタソースになるもの、それに大好きな甘いものが多めなところが私の備蓄の特徴かなと思います。この日本茶のアソートは成城石井のものです。お茶が好きなんで茶葉をいろいろ持ってるんですけど、
このティーバッグは手軽で美味しくて、ホットもアイスもいけるんで便利です。備蓄にぴったりだと思います。黒糖は長期保存に向かないと聞いたんですけど、これは加工品だからか長期保存 OK です。備蓄におすすめのお砂糖があれば教えてください。以上で今年中ケースは終わりです。次は来年に期限が来るものケースをご紹介します。これはコストコのパスタソースです。セールだったのとかなり日持ちがするんで購入しました。1箱に3瓶入ってますが、2人分で2分の1瓶も使うんで、備蓄としてはどうなのかなと思ってます。美味しいですけどね。まだケースに隙間があるんで、とりあえずここに置いてます。食品の備蓄は神経質にならず、我慢しすぎず、いざとなったら1日2食とか食事回数を減らしたらいいわってくらい気楽にも考えてます。金もかかるし、場所も取るしね。これもコストコで買ったオニオングラタンスープです。大好きなんでセールの時に買って必ずストックしてます。お茶漬けも長期保存の定番です。これはダイソーのむき甘栗です。安いし家族も好きなんでたくさんストックしてます。意外に長期保存可能です。ツナ缶はおにぎりの具になるし、パスタにも使えるし、野菜と和えればサラダになるし、何より不足しがちなタンパク質が豊富です。それに地震直後なんかは危なくて使えませんが、ツナ缶ランプも作れます。もっと備蓄したいものの一つです。これはアイハーブのブラウニーミックスです。このケースは 1,2 年後の期限のものなんで、まだまだ隙間があるし、長期だから缶詰や乾燥したものが多いです。次はアイハーブの粉物や調味料、化粧品や日用品の備蓄をまとめてご紹介します。まずは粉物とオートミールから。可愛くてコスパのいいボブおじさんを集めてます。パンや焼き菓子が作れるベーキングパウダーです。1年以上保管できるし、グルテンフリーです。次はアーモンドフラワー。パンやクッキー作りにこれを入れると味に深みが出ます。この時に賞味期限が迫っているのに気づきました。オーガニックのココナッツフラワーです。これも期限が迫ってますね。小麦粉やパンが高騰した時にオートミールやココナッツフラワーで蒸しパンや焼き菓子が作れるようにいろいろ購入しておきました。水色の大きい方はコストコのもので、左の小さい方がアイハーブで購入したもので、グルテンフリーのオートミールです。最近サバイバルで使える携帯用の浄水器を買いました。水はコストコとかスーパー、ネットのセールのものをコツコツ購入してます。期限が少しくらい切れてもこの浄水器を使って飲もうかなと思ってます。次は常にストックしているアイハーブの愛用品です。これ本当に美味しい未加工のシーソルトで、キッチンにあと2つあります。小麦粉の代用品として多用しているサイリウムパウダーです。ダイエットにもいいです。このエルダーベリーシロップは美容と健康のために欠かせません。甘くて美味しいです。これも一年中飲んでるんで、セールの時にまとめ買いしてます。最近あんまり安くならないです。カロリーゼロのパンケーキシロップも念のために備蓄してます。この蜂蜜もしつこいくらい動画でご紹介してますね。この GSE 濃縮液は抗菌作用だけじゃなくてグレープフルーツの味がするんで、水に飽きたら味変になるかなと思います。これらは概要欄にリンクを載せるんで、興味がある方は見てください。血糖値を上げにくくして便通も良くするイヌリンのパウダーです。毎日飲んでます。
さっきの蜂蜜以外にも 2kg の蜂蜜を3つ備蓄してます。毎年柚子とか季節の果物で蜂蜜漬けを作るんで、個人的には蜂蜜の消費期限はあんまり気にしてないです。お塩の備蓄も大事ですよね。最終的には塩むすびと水があれば生きていけるかなと思ってます。スーパーで買ったお塩もいくつか備蓄してます。塩の期限も合ってないようなもんだと個人的には思ってるんで、まだまだ備蓄したいです。最後に、アイハーブの化粧品や日用品、サプリメント、再来年以降まで保存できる長期備蓄のご紹介です。アイハーブは海外のサイトなんで、インフレが起こる前に備蓄用としていろいろ購入しました。野菜や果物不足の対策でサプリメントも家族の分も多めに備えていて、ビタミン D は普段から飲んでます。このマグネシウムのオイルスプレーは超お気に入りです。足がパンパンで絶対に明日厳しいなという時に使うと筋肉痛にならないです。寝る前に使うと夜中に2回もトイレに起きるほどデトックス効果を感じます。この日焼け止めは大きくて安いしお気に入りです。これは間違えて買ってしまったローズアルガンオイルです。いつもはモロッカンオイルを使ってます。これも超お気に入りの石鹸です。もしもの時は頭からつま先までこれで洗ってアルガンオイルで保湿して日焼け止めを塗る。最低この3つがあればなんとかなるかなと思ってます。これは今ハマってるコラーゲンセラムです。すぐ売り切れるんで4つくらい買いました。次は再来年以降の箱です。これもアイハーブで買ったオーガニックのビートシュガーです。大容量で期限は4年と書いてあります。カルディで買った台湾のビーフンです。期限は2年ちょっとです。これはさっきも登場した4年くらい保管できるコストコの唐辛子のツナ缶です。韓国産でご飯に合います。パスタのソースとしても使えます。アイハーブで買ったサンダルフォーのジャムです。このカルディの牡蠣のオイル漬けは香りがすごく良くて深い味わいで美味しいです。4年くらい保管できるんでコツコツ買い足す予定です。コストコのミックスビーンズです。2年半くらい保管できる貴重なタンパク源です。この箱はちょっと趣旨が違うんですけど、化粧水とかコスメを手作りするセットです。これで柚子や酒粕の化粧水を作りました。非炭酸ガムは食用ですが、炭酸パックとかボディケアコスメが作れます。クエン酸も同じです。髪のリンスにもなるみたいで、口コミでは健康のために飲んでいる方も多かったです。自分で作ることに慣れておくことも大事やと思います。野菜を作って自分で食べたり、鍋でお米を炊いてみたり、化粧水を作ってみたり、経験も備蓄になるかなと思います。この前のアイハーブのセールで備蓄用にまたいろいろ買い足して今配達待ちです。これだけ多種多様な備蓄品があれば収納や整理もなんか宝探しみたいで楽しいです。早速パンとかクッキーを作ってみます。いかがでしたか？インフレや食料危機を想定して備蓄を始めて2年以上経ちました。コツコツ備蓄してるんで足りないものはたくさんありますが、この動画を見て楽しんでもらえたら嬉しいです。今回はここまで。次回はアイハーブ購入品をアップ予定です。チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。